こんにちは、マンガミです。突然ですが、皆さん、色弱ってご存知ですか？一般的な定義としては、特定の色を識別したり、見分けたりすることが困難な方が持っている色覚の特性とされています。そもそも、色を認識するために、生物の目には錐体細胞というものがありまして、赤、緑、青の色に反応する3種類の細胞がそれぞれ用意されているんですけれども、色覚異常の人はいずれかの細胞の働きが弱い、あるいは機能していないとされているんですね。例えば赤の錐体細胞に異常がある方は、オレンジ色が緑色に見えたり、紫が青に見えたりなんかします。かくいう私も実は軽度の色弱持ちでして、赤色を認識するのが結構苦手な犬なんですよ。これまでの色弱実体験お話しさせてもらうと、赤色のボールペンを黒色だと勘違いしてずっと使い続けたり、ぷよぷよで青と紫のぷよの見分けが全然つかなかったり、といった感じで大きな支障はないけど、ほんのちょっとした不便を抱えながら毎日過ごしております。このちょっとした不便を皆さんにより深く知っていただきたい。というわけで今回はカラーピッカーを一切使わずにポケモンを描いていこうと思います。私がちょくちょくね、イラストを描くんですけど、何かしらキャラクターを描くときはいつもカラーピッカーという機能を使っているんですね。で、今回はその機能を封印しまして、自分の感覚のみで色を選択してポケモンを描くことによって発生するギャップを確認していきたいと思います。でそれをもって色弱がどれくらい大変かというのを皆さんに知ってもらえたらと思っております。というわけで早速始めていきましょう。はい。というわけでね、ここからポケモンを描いていこうと思うんですけれども、公式サイトでポケモン図鑑っていうサイトがありまして、で、こちらすべてのね、ポケモンが一覧になって、確認することができるようになってるサイトなんですね。で、今そこを眺めていて何描こうかなーって考えてるんですけど、とりあえず好きなポケモン描こうかな。とりあえず描けました。リザードンです。私結構ほのタイプが好きなんですけど、その中でもね、特にリザードンが好きで、なんかね、かっこいいと可愛いを兼ね備えてるところがね、めっちゃいいですよね。だいぶね、ちょっと荒い感じになっちゃったんですけど、ちゃんと書いてたらね、かなり時間がかかってしまうので、今回はこれぐらいでどんどん書き進めていきたいと思います。今ね、ここポイント見えますかね？ここのカラーセットっていうのを一切使わずに、このカラーサークルのみで選んでいきたいと思います。とりあえず全体にオレンジを塗ろうかな。あ、ちょっと待って。RGB も見えないようにしたいですね。で、オレンジなんで多分、この辺かな？おそらくこの辺。ちょっと塗ってみよう。あ、ぽいんじゃないですか。オレンジ。いや、さすがにね、オレンジは見慣れてますね。私の毛の差し色もね、オレンジなので、これは全然うまく塗れそう。合ってそう。私が見えているリザードンはこんな感じです。はい。というわけでね、ちょっと横に並べてみたんですけど、だいぶ色違いますね。で私の色使いがだいぶサイド高めに見えるな、これ。どうなんだろう。サイドとかベイドはね、一旦置いといて、この色の系統、オレンジなのか、黄色なのかっていうのが一致してるか、皆さんにちょっとジャッジしていただきたいですね。ちょっとね、別のポケモンも描いてみようかな。
これわかりますか？何か。テラップです。いや、ちょっとね、だいぶ手癖ですね。これすぐな、こういうじとめにさせちゃうんですよね。私この表情なんか好きなんですよね。すぐね、この顔にしちゃう。イラスト描くと。はい。じゃあちょっとこれに色を塗っていこうと思うんですけど、ほっぺにこういうのをしてあげる。このほっぺ好きすぎる。はい。できました。ペラップです。並べてみたんですけど、これいかがですかね？結構まんまじゃないですか。うまいこと色を選定できた気がする。くちばしの色が若干色素が違うのかな。でもそれぐらいしか違いがないんじゃないですかね。あと単純に全然鳥描いたことなかったんですけど、楽しいかもしれない。なんか可愛く描けたんじゃないですか、これ。いい感じじゃないですかね。いや、お絵描き楽しいな。ちょっともう一匹ぐらい描きますか、最後に。はい、というわけで、ウィンディを描いてみたんですけど、なんかね、大型犬がお腹見せてる的な感じにしようと思ったんですけど、ちょっと図らずも、癖が入ってしまいましたね。一旦ね、このまま進めていきたいと思います。はい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 。いいですね。すごいケモケモしい。これ、いかがですかね？うまく寝れてるように見えるんですけど、ちょっとぶっちゃけた話、全くわからん。実際のところどれぐらい色がずれているのか気になりましたので、見本と私が描いたイラストの色をそれぞれ抽出しまして、AI に解析してもらいました。で、その結果がこちらになります。この表のね、見方、簡単に解説させていただきますと、まずね、見ていただきたいのは、この ΔE2000っていう項目ですね。こちらは、色の差がどれぐらい発生しているかというものを表しておりまして、この数値が大きければ大きいほど差があるということになります。こちらにもね、記載があるんですけど、5ぐらいまでなら小さな差、で30以上だと非常に大きな差というところになります。それで言いますと、ウィンディのイラスト、5から10の範囲に全て収まっておりますので、そんなにね、大きな差は発生していないということになりますね。で、こっからなんですけど、リザードンのイラスト、これね、22.9の差が発生している箇所がございますね。こちらが、3番。つまり、このイラストでいうところの3番が割り振られている、この羽の色がだいぶ違っているということになります。実際ね、このように並べて見てみますと、だいぶ違ってますよね。こちらにございます、デルタ RGB という数値。これの意味するところは、この数値がプラスであった場合は、この公式のイラストの色よりも、この R、つまり赤色ですね、の要素が多く含まれている。逆にマイナスだった場合は少なくなっていますよっていう表示なんですけれども、それで言うと、この3番、R がマイナス80、G が40、B が47ということで、色の要素がずれまくって、
いるんですよね。で、この色相差、色相関の選んでるポイントを角度として表したもの、公式のイラストと私が選んだ色の差が36.7度というところで、もう全く違う色を選んでしまっているっていうことが、この表から見てわかるんですよね。で、さらに衝撃的なのが、これペラップですね。一番の色、これ胴体の色ですね。35.2、いわゆる非常に大きな差とカテゴライズされる数値を叩き出してしまっております。こちらね、内訳を見ていきますと、デルタの R がマイナス140、つまり赤の要素が全然足りてないんですよね。色相差で言いますと角度が113度も違うというところで、ほぼね、真逆の位置にある色を拾ってしまっていると言っても過言ではないくらいの差が発生しております。この数値を見てみると、私が昔眼科で受けた診断結果と割と筋は通ってるんですよね。私赤の認識が苦手なので、この赤にね、どれだけ変化があったとしても認識がちょっと難しいっていう状態にいるということが、今回の企画を通して分かったんじゃないかなと思います。自分のことを深掘りできたみたいでなんか楽しいですね。というわけでポケモンを3種類描いて色を分析していきましたが、いかがでしたでしょうか？いやー、やっぱり自分の感覚のみで選ぶっていうのは、もう私にはかなり難しかったですね。それなりに自信を持って選んだ色だし、実際見比べていても違いが全然わからなかったんですけど、数値にしてみるとあんなにも違うものなのかっていうのが見て取れて、すごくね、びっくりでした。今回の動画でね、その片鱗を収録することができたんじゃないかなというところで、皆さんにね、この感覚を伝えられていたらいいなと思います。あと、単純にこういったお絵かき久々でめっちゃ楽しかったですね。またね、機会があったら、こういう企画とか配信でお絵かきできたらいいなぁなんて思いました。というわけで、最後まで見てくださいまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。